8時のニュースです。日本人の平均寿命がまた低下しました。総務省の発表によりますと、2020年代から低下し続けている日本人の平均寿命が今年の統計ではさらに下がって49.8 歳になったということです。3年後には47歳を下回る見込みです。専門家によりますと、日本人の短命化による経済活動の停滞が貧困層と富裕層の格差を生み、短命化にさらなる拍車をかけているとのことです。それを受け、より身近になった死を華やかに演出したいという需要が高まり、人の死に様をコーディネートする美談産業が好調です。やっぱり結構かかるんですね。そうなんですよ。600万。そうですね。基本のコースですとこのくらいは、はい、もう少しリーズナブルなものもございますよ。俺たちの結婚式より高いよ。まあね。結婚式どちらでやられたんですか？目白の。椿山荘ですか？そうです。素敵な会場ですよね。私の友人の結婚式も椿山荘で。そうなんですか。6月だったのでホタルなんかもいて。そうなんですよね。あそこのお庭ホタルが自生してるから。素敵でした。私たちの頃はね、今よりもっと治安も良くって、そうですよね。今より静かで環境も良くって、私たちにはちょっと贅沢な会場かなって思ったんですけど。一生に一度のことですから、こうやっていい思い出になってらっしゃるんですから、もう贅沢だなんてことは。そうですよね。一生に一度ということですと、やはりこちらもまた一生に一度の大切なイベントですから。そうですよね。お二人はこういったお店にいらっしゃるのは初めてで。さようでございますか。旦那様の余命の方はもう。この間受けた余命診断で1年から3年って結果が出て、さようでございますか。最近はあれでしょ、余命診断の精度もすごく上がってるんでしょ。すごく正確だって。お医者様にも太鼓判をされちゃったわよね。絶対死にますって1年から3年ということですと、やはりそろそろ美談のご購入をご検討される時期かと。そうですよね。ではまず大まかな流れをご説明させていただきます、そちらの方が何かとイメージがつきやすいと思いますので、まず私美談コーディネーターの方から旦那様のご希望をお伺いいたします、旦那様の生涯を彩る理想の死に様をお伺いいたしまして、それをもとに大まかなプランをご提案させていただきます。そちらにご納得いただきましたら、美談作家の先生、キャスト、スタッフを選定いたしましてお見積もりをお出しいたします。見積もり内容にご納得いただきましたら、私作家先生、スタッフ、お客様でお打ち合わせの上、作家先生に美談の脚本をご執筆いただき、以降は美談の実行へ向けて具体的な準備を進めていただく形になります。命日当日になりましたら、作成しました美談の通りにキャストスタッフが段取りいたしまして、お客様に最後の時を迎えていただく形になります。あれですね、あれをイメージすると分かりやすいかと思います。すごく豪華なフラッシュモブ。フラッシュモブねえ、あなた、私にプロポーズした時もね。そうだった。まあ素敵。それじゃあ旦那様の死に様もきっと素晴らしいものになりますね。楽しみです。美談作家の先生はどういう方が？私どもと業務提供をしている作家先生の中からお選びいただく形になります。どの方も大変素晴らしい才能をお持ちの先生ばかりですよ。実績もありますし、ご遺族様のレビューも星 4.5 以上キープされている方たちばかりです。あの先生にはお願いできますか？いいよいいよ。いいじゃない、あなた聞くだけ。あなたあの先生の美談で死ぬのが夢だ。いやもうそうなんだけど。聞くだけただなんだからね。遠慮なくおっしゃってください。三好東子先生に美談の執筆をお願いするっていうのは可能ですか？三好東子先生、大変素晴らしい作家先生でいらっしゃいますよね。この人三好先生のファンで。ドラマチックで品も良くて。三好先生に美談を書いていただくと遺族の生涯年収が2000万もアップするって孫の就職にも有利になるんでしょ。三好先生に美談をご執筆いただくことは大変名誉なことですから。ただその分いくつかハードルが。一つは費用面。
ですよね。三好先生大変著名な作家先生でいらっしゃいますから、原稿料もそれなりに。ちなみにおいくらなんですか？400字詰め原稿用紙1枚につき100万はくだらないかと。コネクションの問題もあります。三好先生、基本的にはご紹介でのみ執筆依頼をお受けする方でして、そちらのネゴシエーションにも別途費用をいただきます。時間の問題もあります。三好先生大変人気の作家先生でいらっしゃいますから、美談の執筆は順番待ちでして、いざ依頼ができたとしても、その順番を待っている間にお客様が先にお亡くなりになる場合も。中には妊娠中のお子様の美談をご予約される方もいらっしゃるぐらいで、いかがなさいますか？あなたどうする？いえ、ダメ元で聞いただけなんで、本当にもう定型の作家さんで十分です。はい。ではお見積もりをお出しいたしますね。命日はいつになさいますか？今診断されている余命ですと1年から3年の範囲内ということになるかと思いますが。そしたらやっぱり3年後だね。ただ余命は個人によってばらつきがありますので、あまりギリギリを攻めてしまいますと、お客様が予定日より先にお亡くなりになる場合も。あなたどうする？3年生きられるかもしれないけど。予定日より前に死んでしまった場合、キャンセル料っていうのは。大変申し訳ございませんが、お客様が予定日以前にお亡くなりになった場合は 100% 費用をお負担いただく形になります。他の方はどうされてるんですか？やはり皆さん最短スケジュールで命日を決められる方が多いですね。1年後にしようかね。せっかくだから。そうだね。お前だよ。そうだよ。何一人でぼーっとしてんだよ。お前も手伝えって。そっちはどうだ？ちゃんとよく見たかな。こうじゃねえぞ。こうだ。ちゃんと隅々まで見て金が挟まってないか探せ。ほら丸、そうだよ、お前もだ。いいか、ゴミあさりっていうのは生半可な気持ちが務まらない。最近の歌舞伎町じゃ特にだ。ちょっと前までは鼻くそほじりながらでも残飯やら電化製品やら鉄くず金目のものが拾えたけど、今は違う。金目のものは拾い尽くしちまった。その上金目のものを捨てるやつがいなくなった。残っているのは古本、古新聞、古雑誌。食えもしなきゃ金にもならないゴミ。ただその中にたまーに隠れてるんだよ。忘れられたお年玉、夫に隠して貯めたへそくりが。さあ探せ探せ、絶対に落とすなよ。いつまでめくってんだよ。次行け次。はい、自分のことだけじゃない、みんなのことを思って、みんなのためのこの一冊、この1ページ、そう願いながら
何やってんだよ、字読めないくせに。丁寧にこう見つかると思ってたら必ず見つかるからね。ちゃんと逆さにして振る。はいない。あ、金だ。ドッキリ邪魔だ。俺が見つけたんだよ。なんだ、平たい石か。なんだよ平たい石って。どうだ。この辺はもう一通り見たか。一通りどころか10通りは見た。20通りは見たね。いや、50は見たね。じゃあ1億606千兆万回見ました。いいよ、なんで張り合うんだよ。そうだよ、もうどれだけページめくっても虫一匹出てきやしない。ああ、腹減った。せめてな、ここにある本が売れりゃいいんだけど。売れないよ最近は。だってもうなんかあれだろ、デジタルのなんかこう本をこうギュッとしてるやつがあるんだからさ、わざわざ紙の本買うやつなんていないの。なあ丸、なんかない？このゴミの山を金に変える方法。さあ、ここにございます本、ただの本だと思ってもらっちゃ困りますよ。立ち仕事で疲れたなと思った時にちょいと地面に置いてもらえや、椅子に。頭の下に置けば枕に、鍋を置いたら鍋敷きに、読みかけの本に挟んでいただければしおりに、お子様の歯固めにもご利用いただきます。さらに暴漢に襲われた時には防具に、そして時には武器にもなります。ここを交換して角で陣中をこう、後ろに回って背拍子で後頭部をこう、鈍器にもなります。こんなに便利なのに通勤カバンにスッと忍ばせられるコンパクトさ。こんな魅力的なアイテムが今なら特別税込み特価990円990円でお求めいただけます。さあどうですどうですどうですなんつってな。やめろちょお前やめろバカども、周りを見ろ。こんなもの吐いて捨てるほどある。っていうか捨てられてる。ダメだ、こんなもんに金払うようなバカがいるとは思えねえ。いたとしても金持ってるわけがねえ。うるせえな。やめろ、腹の虫で会話すんな。分かり合うな。
燃やすか。こんなゴミでも燃やせば段ぐらい取れるだろう。ああな、いっそ先生するよな。その方が金目のものが見つけやすくなるかもしれないし。離せ離せ、全部燃やしちゃう。やめとけ。紙はパッと燃えてすぐ燃え尽きる。暖とろうたって一晩も持たねえや。カッカ。お前ら腹減ってんだったらな、東宝ビル行けよ。もう炊き出し始まってんぞ。お前らの分も残してやってちゃんと言ってやるから。ああ、そうすけ。俺らの分まで悪いね。ついでだから。いつもお世話になってます。何って、こっちこそ世話になってるよ。連中の面倒をよく見てくれてる。面倒見てもらってるのは俺らだからね。まあ助け合いか。自助共助ってね。号外配ってる。金持ちが死んだか。わかるの？それはお前、今時号外なんてのはみんな美談のオプションだよ。オプション？ああ、金持ちがよ、金に物言わせて書かせた美談で死んで、それ言いふらしてんだよ。俺の死に様がこんなビッグニュースになるんだぞ、すげえだろって広告だよ。いくらかかってんだか。へえ。金払ってあんなゴミばらまく余裕あるんだったら俺たちに金配れって。そっちはどう？え？なんかいいの見つかった？いや、最近じゃますますひどくなんな。東京のゴミだめ、歌舞伎町の名が廃るよ。俺が若い頃はこんなじゃなかったんだよ。ゴミ箱は残飯でパンパンだったし、バカな酔っ払いからはすり放題。仕事帰りの風俗嬢が機嫌が良けりゃおだちん恵んでくれてよ。それが今じゃどうだい。女を買うだけの金を持った男がいなくなって、女がいなくなって、この一帯の風俗ビルが全部俺たちの寝床になってる。おまけによ、まともなゴミを捨てに来るやつもいなくなった。まったく、日本人ってのはいつの間にゴミを捨てる余裕もないくらい貧しくなったんだが。酒飲みてー。いいなあ。その頃の歌舞伎町なら丸一人食わせるぐらいどうってことなかったんだろうな。そうかもな。心配すんなって。妹一人面倒見れなくてどうするよ。ほら、少しずつだけど金も貯まってる。そのうちきっとお前の喉も治してやれるからな。宗介、ちょっと相談があってね。何？おい、ちょっといくらか用立ててくんねえかな。は？え？金？また赤ん坊が捨てられてたんだよ。また？それがよ、本当に赤ん坊でよ、ミルクがねえとどうにも。だけどほら、ねえだろミルクなんて。だからそのほらミルク代をさ。ダメだ。少しでいいんだよ。金なんか持ってねえって。持ってんだろその丸の。ダメ、これだけはダメ。ちゃんと返すよ。やだ。まあ、返す当てなんてねえだろうが。そこはほらなんとかするから。いや、なんとかってなんだよ。明日の炊き出し、お前にパン1個余分に渡すのに口聞いとくから。パン1個とかふざけてんのか？赤ん坊がどうなってもいいのか。知るかそんなもん。やい宗介、てめえどうやってそこまででかくなったと思ってんだ。歌舞伎町のみんながないものギリギリ絞り出してその寄せ集めでお前そこまででかくなったんだろうが。今度はお前がギリギリ絞り出す番だろうが。なんだよ丸まで。ダメなもんはダメなんだよ。おい横それ。やだもうやめろ。やめろもう。ごめんカッカ。怪我してないか？腰大丈夫か？立てるか？
悪いけどこれで勘弁してよ。本当悪いけど。くそ、なんで俺らがこんなこと。ああ、金さえあればな。あっちによ。おい、見ろこのゴミの山。お前まだゴミ増やす気か。こっちはな、金持ちの道楽に付き合う余裕はねえんだよ。当たるなって。こいつだって仕事してんだろ。一つもらうよ。ありがとうございます。おい、いいだろ、ただだし。ありがとうございます。おい、二度と来んなよ。新聞配るんだったら金配れ。外務大臣死んだって。読むなよそんなの。国連総会出席のためスイスのジュネーブに滞在していた松岡外務大臣、現地の銃撃戦に巻き込まれ死亡。外相自ら現地住民の避難誘導に当たっていたところ被弾。松岡外相の勇気ある行動に世界各国から称賛の声。へえ、テロリストから子供を守ったって。さすが立派な美談だ。これが相当金かけてるや。いくら？この規模だとな、億はくだらねえだろうな。億？ほらこの三好東子っていう作家、こいつの原稿料だって相当なもんで、400字詰め原稿用紙1枚で100万取ってんだから。400字で100万？一文字書いたら？おう。わからない。わかんねえ。すごい高いのわかる。それはもうこの三好っていうのは東大きっての売れっ子だもん。ここ何年かの間に死んだ政治家の美談、全部こいつが書いてる。こんなのが？いや、なんかベタじゃね？どっかで見たことある感じっていうかさ、なんかそこら辺の雑誌記事の寄せ集めって感じじゃん。そうかよ。こんなもん誰でも書けんだぞ。俺でもできる。難病により余命1ヶ月と宣告されたあなたは、恋人の負担になってはいけないと自ら別れを告げる。最後は自然の中で迎えようと屋久島に身を寄せるあなた。宗介、お前ここにある本の中身全部頭に入ってんのかよ。ここっていうか歌舞伎長寿。歌舞伎長寿？そりゃ毎日こんだけ本のページめくってるかな。そういうもんかい。生半可な気持ちでゴミ漁ってねえから。おお。最後は自然の中で迎えようと屋久島に身を寄せるあなただったが、そこへあなたを探して恋人がやってくる。君の一生を僕にください。あなたは葛藤しながらも恋人のプロポーズを受け入れ、そして1ヶ月後。あなたは純白のドレスに身を包み、恋人の胸に抱かれながら屋久杉の根元で静かに生涯を閉じるのだった。宗介、お前
前にこんな特技があったとはな。特技あそんな大したもんじゃねえよ。閣下にでもできる丸いだって。そうか。でも美談作家っていうのはアコギな商売だな。おいこんなもんが金になるなら俺ならすぐ億万長者だよ。その美談私に言ってくださらない？えおいくら？は驚いた。こんなところにあなたみたいな不老者のフリーランスの美談作家がいるなんて。フリーランス？生活スタイルがフリーってこと？俺が美談作家？そうなんでしょ。ねえおいくらその美談？その美談って屋久杉の？そう屋久杉の余命1ヶ月の花よね。おいくら？はなんだここはな、あんたみたいな上品なご婦人がうろついていい場所じゃねえんだよ。この世界に私がうろついちゃいけない場所なんてない。はあ。いくら払えばいい？ああごめんなさい、今手持ちの現金が少なくて最近すっかりキャッシュレスでしょ。そうすけこのご婦人な、お前の体が目当てだよ。ああいうタイプはな、性欲が強くて割に合わねえんだよ。やめてよ。3万5万円ってとこかしら。俺あんまり慣れてないけどそれでよければ。だけど閣下5万円。丸が見てるよ。丸兄ちゃんのこと恥ずかしい人間だって思わないでくれよ。いや違う、あなたの体には興味ないから。本当にその美談を売ってほしいって言ってるの。あんた本当に俺の美談を買うって言ってんのか？あんた貧乏人からかって楽しいかい？私は本気。閣下ゴミが金になった。お金もっと欲しい？欲しい。もっと大きな仕事があるの。大きくってやりがいのある仕事。どんな仕事っすか？私のためにこの世で一番くだらない美談を書いてくださらない？この世で一番くだらない美談。もしあなたが私の望み通りのくだらない美談を書き上げたら、私の人生あなたにあげる。は？私がこれまでの人生で築いてきた人脈、抱えている顧客、書いてきた美談の著作権、印税、全部あなたに譲ってあげる。あなたは私の後継者になる。ちょっと待って。え？あんた誰？三好東子。このくだらない美談で外務大臣から大金を巻き上げたアコギな美談作家。閣下あったよ。このゴミの山を金に換える方法。やめとけ。ああいう連中と付き合うとな、ろくなことがねえんだよ。見ただろ。ゴミを拾い集めて作った美談が5万だ。あいつの後を継げばきっともっと。丸の治療費だってすぐ稼げる。三好東子がお前に後を継がせるなんて本気で思ってんのかよ。嘘でもなんでも断る余裕なんかねえだろ今の俺たちには。この話が本当なら粉ミルクだって山ほど買える。いや粉ミルクどころかこの町にいるみんなを食わせてやることだってできる。こんなもんに金使う金持ちから金を巻き上げてやれるんだよ。そりゃそうなんだよ。あなた彼のマネージャー？マネージャー？仲介料はこれぐらいでいいかしら。話まとまったかしら。どう？やる？
大丈夫ですよ。あなたがくだらない美談を書き上げるまでしっかり面倒を見てあげるから。手取り足取り。はい。よろしくね、新人美談作家さん。言っとくけど私後輩には厳しいから。はい。じゃあ早速この美談きちんと清書して。これじゃ売り物にならないから。はい。あなた名前は？小泉宗介。こんにちは。お昼のニュースです。テロリストから一般人を守った松岡外相の勇気ある行動を受け、各国首脳から哀悼と称賛の声が届いております。また低迷していた内閣支持率が 21% まで回復。日経平均株価も3年半ぶりに3万467円75銭の高値を更新しました。東京外国為替市場では円相場は小幅に上昇。週明けにはさらなる上昇が見込まれます。松岡外相の地元山口県では、松岡外相の顔をかたどったまっちゃんまんじゅうを買い求めようと県民が菓子店に押し寄せています。山口県知事は松岡洋介記念館の建設を発表。来年3月のオープンを目指すとのことです。どうすんいやの？どうすんの？多分そろそろ連絡来ると思いますので。そう言ってもう3時間待ってるんだけど。本当にもうそろそろかなって。なんでわかるの？先生の雰囲気。雰囲気って？先生って筆が乗ってくると顔がこう顔。膨張するんですよ、横に。は本当なんです。先生って原稿を書くときにこう歯を食いしばる癖があるんですよ。それで執筆が佳境に迫ってくるとこの辺がこうムキムキって。昨日お会いしたときにはこのくらいになってました。本当に？本当です。1.3倍にはなってました。これが 1.5 倍までいったら脱行です。はい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 。もういいよ。時間稼ぎのざれ言はさ。本当です。本当にあと少しなんです。うるさい。すみません。君も大変だね。ルーズな上司を持つと。私も秘書の仕事が長いから君の気持ちはわかるけどさ。私は書生です。同じようなもんだろ。本当に先生今頑張ってらっしゃると思いますので。売れっ子だなんだ言ったってね。締め切り守れなきゃプロとは言えないんじゃないですかね。すみません。こっちは人の命がかかってんだから。犬飼総理、お加減悪いんですか？よくないね。最近じゃ国会答弁もまともにできなくて、医者の話やあともう1年持たないんじゃないかって話だよ。1年。どうすんだ。一般人でさえ美談の準備に最低1年はかけるというのに、一国の総理の美談がまだ影も形もないなんて。すみません。日本国内閣総理大臣の美談だぞ。どんな状況であれ立派に送り出す準備をしなきゃならない。誰が？総理首席秘書官である私がだ。はい。準備が間に合えばまだいい。美談が完成する前に犬飼総理が死んだらどうする？犬死にじゃないか。前代未聞だぞ。もう少し伸ばせませんか？何を？式を。君たち作家は人の時間を何だと思ってんだ。死を目前にした人間に対してよくそんなことが言えたな。政界を引退なさって少し療養期間を取るとか。何も分かってないね。いつ誰がどのタイミングで権力を握るか、非常に繊細なバランスで動いてるんだよ、政治っていうのは。すみません。今我が内閣は空前の支持率低迷にあえいでる。犬飼総理には立派な美談の花道でこの世からご退場いただかなければ、総理交代後の選挙で野党に政権を奪われかねない。そうなったらアメリカ、フランス、イギリスが何をしてくるか。あ？膨張し続ける中国に起こされて、今アジアは非常に緊迫した状況にあるんだよ。この美談に日本の将来がかかってるんだよ。申し訳ありません。なんで作家はこう常識がないんだ。今日中にと言って本当に今日中に原稿が来たことなんてありゃしない。
今日中にといえば大体次の日の昼まで待たされる。23日お時間くださいと言ってほっときゃ1週間も2週間も連絡をよこさない。作家は何だ、時間という概念すら自在に書き換えられると思ってんのか。全ての作家がそういうわけでは。オタクはそうだろう。オタクの三好東子は。先生はお忙しすぎるんです。ああ、じゃあ君の責任なんだな。え？スケジュール管理も書生の仕事だろ。このまま総理が NG にしたら君が腹切って詫びるんだな。私が君の立場ならそうするけどね。やめましょうよ、そんな戦国時代じゃないんだから。それぐらいの話だよ。でもこれは言い訳ではないのですが、先生がこんなに筆が進まないのは初めてで、今まで仕事で締め切りを破ったことなんてないんです。それが最近どうにも様子がおかしくて、仕事場に来てもすぐに気晴らしだなんだとゲームをしたり散歩に出かけたり。具合が悪いのか。そういうふうには見えないですけど。余命診断の結果はまさか死期が迫ってるだなんて言わないよ。この間受けたばかりでまだ結果は。あっそう。やはり総理の美談執筆というお仕事に重圧を感じてらっしゃるのではないかと。そんなもの言い訳になるか。はい。ですから先ほど言い訳ではないですと。じゃあなんだ今の話は。分かっていただきたくて。何を。私のせいではありません。そういうのを言い訳と言うんだよ。連絡は。まだです。なんだ。他の作家に書かせるという選択肢はないんですか。総理の美談を三好東子以外に誰がそんなもの書けると言うんだ。私がバカ言うな、たかが書生が。たかが書生ではありません。私はもう10年先生のそばで勉強してきました。先生のプロットや下書きを任されています。今新作を先生に読んでいただいてるんです。それで先生にご納得いただければ、私は先生の後継者としてデビューさせてくださるって。三好東子の後継者として。はい、ですから先生ができないお仕事は私が。いや実績がないのは分かってます。でも私は三好東子が唯一そばに置き続けた弟子です。先生のことは誰よりも分かっているし、先生の作風も受け継いでいます。お仕事を任せていただければ先生と遜色ない美談を書き上げられます。実績はありませんが、その辺の美談作家よりはいい仕事をする自信があるんです。ですから。じゃあ君、三好東子に切腹させなさいよ。はい。いくら君が一番弟子だと言ったってね、当の本人がピンピンしてたらそれは依頼人は納得しないよ。三好に書かせようってなるでしょ。でももし三好東子が死んだら、そうなったらその辺のポットでの作家より一番弟子である君に書いてほしいってなる。なあ、書きたきゃそれぐらいのことしなきゃ。ちょっと悪い冗談はやめてくださいよ。10年か。はい。同世代の作家はみんな独り立ちしてそれなりの生活をしてるだろう。それなのに君は10年三好東子の下働きでこれという実績もない。君の10年は三好東子に食われちゃったんだよ。どうだ、憎いだろあの女が。そんなことは。自分の創作のために君の青春を搾取したあの女が。作詞だなんて。大丈夫、私も力を貸そう。こういう仕事をしてるとね、何でもやってくれる人間というのを何人か抱えられるようになるんだよ。何言ってるんですか。安心したまえ。誰だって君に同情する。君があの女の命と引き換えに青春を取り戻そうとしたって誰も責めない。やめてください。私は先生を尊敬しています。先生の話す言葉、先生の書く文字、先生の意思教師道則から得難いものを得ています。私は生まれ変わるなら先生の文字になりたいとすら思ってるんです。それを。ああ、分かったよ。悪い冗談ですよ。冗談で済むかどうかは彼女次第だよ。いい加減私も腹に据えかねてるんでね。さっさと総理の美談を完成させるか、それができなきゃ腹を切るか、誰かに腹を切らせるか。
政治家なめちゃいけないよ。江田さん、今日のお話は全て先生に報告しますから。構いませんよ。少しは本気になるだろう。あと3日だけ待ちましょう。その間に箱書きでもプロットでも何でもいい、今三好東子にできる誠意を見せろと言っておけ。はい。本当の3日だよ。土日挟んで5日とかじゃないからね。分かってます。先生によろしく。先生、こちらです。そこは足元気をつけて。おっとっと。本当にうちでいいんすか？喫茶店とか行かなくても。だってあなたその格好で喫茶店とか入れないじゃない。すいません。いいのよ、面白いから。こんな場所めったに来れないし。面白い。さっき通った道、すごかった。地べたに人がゴロゴロ転がってて、冬なのに寒くないの？寒いですよ。じゃあただ耐えてるんだ。特殊能力ね、もはや。そういうもんですかね。面白いわ。面白いっすよね。あれ、段ボールハウス、この世にさ、あんなにぴったり人が横になったサイズの段ボールって存在するわけ？ぴったりサイズに作るんですよ。職人技。あなたにはちゃんと家があるんだ。風俗ビルの廃墟に勝手に住み着いてるだけですけど。あそこで並んでる人たち何？炊き出しに並んでるんですよ。バーベキューみたい。楽しそう。あそこで場所取りしてる人たちは？現金仕事をしてる連中が手配師来るの待ってるんですよ。現金仕事、手配師？説明しちゃって分かんないでしょ。そろそろ打ち合わせ始めませんか？くだらない美談っていうの、この間からいくつかアイデア書き溜めたんで。すごい、あそこ喧嘩。娯楽みたいなもんですよ。他にやることないもんで。子供も結構いるんだ。捨ててく連中はいるんで。はあ。あれ？どうしました？財布盗まれた。すいません。やっぱ場所変えましょう。面白い。私スリって初めて。すごいわ、歌舞伎町。北以上のワンダーランドって感じ。そっからゴジラ見えますよ。嘘、ここ？そう。で、あそこの斜め向こうのビルとビルの間、あそこ見てもらいながら頭だけ右に傾けてもらって、もうちょっと、そう。すごい。なんで歌舞伎町のど真ん中にゴジラが？昔の人の考えることはよくわかんないですよね。面白い。冷た。すいません。そこ雨漏りするんですよ。気分害した？別に。なんでですか？ちょっと待って、どこ行くんですか？日改めよう。待って。いやいや仕事されても。別に嫌々とかじゃないですよ。もう全然大歓迎。じゃあ始めようか。はい。ここ座っていただいて。暗いっすかね？ちょっとね。でもいいよ、別に。どういうこと？面白いわ。で、どうっすか？この間からいくつか書き溜めてみたんですけど。どうやすけ？金もらえたか？ここれ先生、三好大先生。
どうですかうちの宗介は。飲んでんの？金どうした？いやそれはもうこちらにいらっしゃる三好大先生から祝い酒を賜りまして、何枚だ何枚だ。ダメですよ、閣下に酒なんか。今は別に大した金額じゃないっすよ。金額の問題じゃなくて、先生先生、それは先生。こうなっちゃうからタンタラタラタラ。フラフラすんなって。大丈夫大丈夫。タンタラタラ。怪我するからおい、なんか冷たいのが来るよ。ここ雨漏り雨漏り。雨漏りだ雨漏りだ。この人君のお父さん？いや、世話人っていうかこの辺一帯の不老者の。あ、だから閣下。いや、それは違くて、私は第40代内閣総理大臣であるぞ。びっくりした。酔っ払うと自分のこと総理大臣だって言うんですよ。私の葬式には新民進化がこぞって弔問に訪れ、ボーダの涙に靖国の姿も霞むであろう。分かった分かった。ほらもう寝ろって。よし、なんだって。はいはい。違う違う、はいはいはい。大輔違うんだって。いやいや違う。はいはい。おっと面白い。人間って生涯一度として経験したこともない、経験するはずのないことでも夢に見るのよ。ただの酔っ払いのざれ言ですよ。そうですけど、そうじゃないんだよ。こんなはずじゃなかったんだよ。俺はな、総理大臣としてお前たちを助けなかっただけなんだよ。はいはい、分かった分かった。な、俺今先生と打ち合わせ中だから。なあ、宗介、金持ちから金を巻き上げてさ、おう、雨漏り直そうだ。雨漏りかよ。あそこだよ。あそこの雨漏りだよ。ね、こことだ。ここも。おいおい、分かった分かった。多いな雨漏りが。歌舞伎町中の雨漏り直さなきゃ、いっぱい直さなきゃいけないんだよ。はいはいはい。俺さ、総理大臣だからさ。はいよー。じゃあおやすみね。あ、そう。はい、おやすみ。はいよー。じゃあおやすみ。おやすみ。おやすみタイム。よしよし。大変ね。あなたがいつも面倒見てんの？まあ恩があるんで、閣下にっていうか歌舞伎町の連中全員にですけど、ずっと歌舞伎町？まあ物心ついた頃から妹と。妹さん？口聞けないんでいっそ構わなくて。あ、そう。妹さんどうしたの？病気か何か？喉を焼かれたんです。赤ん坊の頃、泣き声がうるさいからって夜間で熱湯を喉に流し込まれて。何それ？親にやられたの？さあ、あれ誰だったんだろうな。もう覚えてないっすね。そう。それで俺は丸連れて逃げて、まるちゃん。俺がつけた名前なんですけどね、丸かったから赤ん坊の頃。まあ今も丸っすけどかわいいじゃない。まあそれで歌舞伎町に来て閣下に拾われて、まあそんな感じっすね。へえ。喉の手術ってどれぐらいかかるんですかね？知らないけど、私の後をついたらいくらでもできるわよ、そんなの。そうっすか。あなたにもあるんだ、美談が。あ、貧しいながらも妹や仲間のために必死で頑張る良き兄作り話と一緒にするな。いや、そういうんじゃないんで、そんな先生が作る美談みたいな立派なもんじゃないって話ですよ。これなんだけど、はい。全然ダメ。じゃないわ。何それ、なんだそれ。でもほら、これよくないですか？狼に育てられた少女が違う。富士山に眠る伝説の白い大蛇を倒して富士山大噴火を食い止めた後火口に落ちて死ぬ。出だしからダメだし、その後もダメ。何、狼に育てられた少女って誰それ、どこにいるの？じゃあこの朝起きたら他人と体が入れ替わるやつは？入れ替わらないじゃない、他人と体は。でもこれすごい人気のやつらしいっすよ。大体入れ替わったまま死んだらこれ誰の美談になるわけ？体？中身？君リアリティって言葉知ってる？いやだけど美談なんか全部作り話じゃないですか。美談っていうのは実在する人間の生涯の最後を飾るストーリーなの。嘘つくにしたってその枠の中でつかなきゃ。
あと難病者と記憶喪失者多すぎ。サンプルが多いんだよ。それにね、もっとくだらなくして。いや現時点で相当くだらない、ものすごくくだらないけど、そのくだらなさの中にさ、こうドラマチックにしてやろうっていう魂胆が見えちゃってんじゃない。まあそりゃだって美談だいし。らないの、やめて。そういうのドラマチックいらない。なんて言ったらいいかな、くだらないっていうかさ、もっとなんかこう、身にならない感じ、何にもならないっていうかさ、わかんないっすね。もっとくだらなさにストイックであってほしいのよ。じゃあ先生が望む美談ってどんなんなんすか？無意味な死。はなんていうかさ、その死によって人生の価値が左右されないし、よくあるじゃん、ろくでもない人間が死んだ途端にいい人扱いされるやつ、なんだかんだいいやつだったよみたいな、家族に見送られて安らかな最後だったよ、立派な人だったよみたいなさ、あ。おう。そういう要素の一切ない死、ただ死ぬ、可もなく不可もなく、そういう美談お願いします。それ美談って言うんですかね？ああ、確かに美しくある必要はないね。まあただ形式的に美談と呼びましょう。人間って金持つとバカになるのだよ。寝てろっての。無意味な死ってさ、それ俺たちの死に方だろ。毎日ただゴミ漁って食えるもん食って生きられなくなったら死ぬ。何も生み出さないし何も残さない、その辺の猫にも劣る死に様だよ。いいじゃない。そんなもんわざわざ金払って買うんだよ。まあそう、バカだ。美談なんか買うやつはみんなバカだよ。絡むなよ。そういうバカがいるから美談作家がお金を稼げる。宗介、金があるやつはな、本当に生きるってこと知らないんだよ。だからそんなものに金を使う。だったらその金俺たちにくれよ。だからあげるって。ありがとうございます。そこは俺言ってくれるか。ねえ、お願いしますよ。こいつはね、俺たちの希望の星なの。もてあそんだら承知しねえぞこれ、甘ずれ。ちょっとな。サッカーをやめろって。宗介、お前金持ちの肩持つのか？あいつらはな、貧乏人から絞り取った金で生きてるような連中だぞ。私は違う。貧乏人に美談は買えないから。宗介、こんなはずじゃなかったんで、あいつらさえいなければ俺はあってさ。分かった分かった。俺総理大臣なんで。はいはい。くそ、酒切れてきて。じゃあまた買ってくれば。ちょっと先生。どうも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 。バカ飲みすぎだよ。あんま信用すんな、ああいう連中を。これで少し落ち着いて話せる？はい。これ参考にしてる本？ああまあ太宰三島、ドストエフスキまあ一応。ー。ダメ。もっとくだらないものを参考にしなさい。ブブカとか女性自身とか週刊大衆とか雑誌の方がいいんじゃない？なんでそんな死に方したいんすか？え？無意味な死って。そう。さあって自分のことでしょ。自分が？いやいや違うのよ。え？ごめんごめん、説明が足りなかったね。あなたに書いてほしいのは私の美談じゃないの。依頼人は他にいる。私はまああなたに仕事を斡旋してあげたと思って。え、じゃあ俺は誰の美談を書けばいいんすか？教えない。は？無意味な詩を書くんでしょ。変に情報があったら絶対そっちに引っ張られるから知らないまま書きなさい。俺もてあそばれてます。何言ってんの？やっぱ金持ちって変わってるんすかね。宗介君さ、生きるって何？は？君たちは知ってるんでしょ？本当に生きるってこと。死なないようにするってことですかね。人間って
案外それだけじゃ生きられないもんよ。とりあえず今日見せてもらったら全部使えないからやり直し。あとあれある、花嫁と薬杉のプロット清書したのある？これ採用ですか？バカ、これはあれだ、資料用。資料？じゃあまたかけたら見せて。頑張んなきゃお兄ちゃん。はい。あと締め切りは守ってよね、プロなんだから。締め切りっていつ？来ました原稿。よかった。やっぱり先生は先生じゃん。ここぞってタイミングには必ず間に合わせるんですよ。なんだこれは。なんだ余命1ヶ月の花嫁って薬杉って純白のウェディングドレスに身を包み恋人の胸の中で最後の時を迎えるのだった。何ですか？君の先生は総理にどんな死に方をさせようとしてるんだ。なんで総理はウェディングドレスを着て死ぬんだよ。違います。あこれ先生の美談じゃありません。あ先生はこんな文体じゃないし、こんな美談は書きません。そもそもこれ著者名が違います。小泉宗介。誰だ。わかりません。三好東子は時間稼ぎのために他の作家のしかも全く関係ない美談をよこしてきたってことか。申し訳ありません。何してる。早く三好東子を呼びたまえ。出ないのか。出ないんだな。実はその原稿を受け取ってから連絡が取れなくて、お家にも戻られてないみたいで。早く探して引っ張ってこい。探すも何も、探せるところはもう探しました。何かないのか手がかりは。この美談を書いたのはあなたですか？そうっすけど。あれ？三好先生とはどういうご関係ですか？あんた誰？どういう関係なんですか？答えてください。それ答えて俺になんかメリットあるんですか？メリット？別にただの客っすよ。客って何の？美談っすよ。美談？あなたが先生の美談を書いてるということですか？いや、あの人のじゃなくて誰か他のやつ。他のやつって誰ですか？知らない。いや、それは本当に知らないの。あ、どうも。先生。
ってんの？それはこっちのセリフです。ね、仕事ほったりですね。何やってらっしゃるんですか？これこの前言われた通りに直してみたんですけど。見せて。先生、原稿なら渡したでしょ。あんなもので武田さんがごまかされるわけないじゃないですか。何でもいいから渡せって言ったのはあっちでしょうが。全然ダメ。意味出ちゃってる。くだらなくない。ここの下りとかどうですか？ちょっと工夫してみたんですけど。ここが一番いらない。言ったじゃない。もうちょっと構成に気を使わないと。細かなシーンのディテールよりももっと全体見た時のうねりを意識しなさいって。あちょっと待ってください。何やってらっしゃるんですか？その男に美談の書き方を教えてらっしゃるんですか？どうして？納得できないなら他の作家探してって言っといて。そんなことできないの分かってるでしょ。そんなことないんじゃない？この男に書かせるつもりですか？なんでこんな大事な仕事を歌舞伎町の不老者に？そこまで行き詰まってるなら私にお手伝いさせてくださいよ。こいつ何なんですか？気にしないで。先生、私じゃダメなんですか？先生、私が送った原稿を読んでくださいましたか？原稿？送ったじゃないですか。私が書いた美談です。あどうでした？あ、ごめん、まだ読んでない。え？ごめん忙しくって。送ったの3ヶ月前ですよ。そんなこと言ったって忙しいもんは忙しいんだもん。あんたが一番よく分かってるでしょ。こんな男に美談の書き方を教える時間はあるのに？そんな長いもんじゃないですよ。どこにでもいる50代男性の美談、30分もあれば読み終わるのに。分かった読むデータ送っといて。だから3ヶ月前に送りましたって。探すのめんどくさいからもう一回送って。最近もうメールフォルダがぐちゃぐちゃで。時は3ヶ月待たせておいて、自分はメールフォルダ少し遡る手間も惜しむんですか？うるさいな。文句があるならやめれば？はい。そんな律儀に私の書生勤め上げなくったってさ、仕事ならいくらでもあるでしょ。なんなら美談コーディネーター紹介しよっか。ちょっと待ってください。私は今まで10年先生にお仕えして、だからさ、もう十分でしょ。私の紹介ならどのショップだって最高額で契約してくれるよ。違うじゃないですか。いや、私はそんな美談コーディネーターに10羽一からげで売られるような契約作家じゃなくて、先生みたいにフリーランスでお仕事いただけるようになるために今まで頑張ってきたんですよ。いや、フリーランスは厳しいよ。やめた方がいいよ。毎月しっかりお給料もらえた方が絶対いいって。私のこと後継者としてデビューさせてくださるって言いましたよね。それはちょっと聞き捨てならないっす。ごめん、ちょっと黙ってて。あんた何なんですか？三好東子の後は俺が継ぐんで。俺が継ぐんで。すよね。母。それ先生の万年筆。ああ、ごめんね。あなたを後継者にっていうか、私そんなこと言ったかな。ごめん、ちょっと酔っ払ってたかも。悪いけどその話忘れてくれる？いやいや。ごめん、ちょっと場所変えようか。うちでいいっすか？まあいいか。あ、金谷さんに言っといて。本当のデッドは守るからって。本当のデッドはもう過ぎてるんだよ。すみません。依頼人がこの日にあげろと言ったら、それが本当のデッドラインなんだよ。なんだその隠し締め切りがあるみたいな言い方は。すみません。その上、総理の美談を歌舞伎町のフローズに書かせてる。なんで？わかりません。だから言ったんだよ、腹切らせろって。君が甘やかすからこんなことになったんだぞ。すみません。先生のお仕事は私が責任を持って引き継ぎますので。なんで？そ総理の美談はその歌舞伎町の不老者が書くんだろ。だったらそれでいいじゃないか。まあ差し詰め不老者ならゴーストやらせても名前が割れないとでも思ったんだろう。焼きが回ったね、三好東子も。まあこっちとしては三好名義の原稿さえは問題ない。君
サポートしてやってくれよ。私がサポート？そりゃそうだろう。君三好東子の書生なんだから。そうですね。本当のデッドには間に合わせなさいよ。やっぱり本当のデッドがあるんじゃないですか。おい丸見れるぞ。またボツ食らったわ。なんだろうな、無意味でいいっていう割にはいろいろ言ってくんだよな。今日はもう書かないよ。あんまりこっちに時間かけてると食い物集める時間がなくなると思ったんだけど、雨だな。寒い。こうやってここで雨宿りしてるとさ、初めて歌舞伎町に来た時のこと思い出すよ。お前抱えてさ、寒かったな。返してください。先生の万年筆。はあ？盗んだんでしょ。返しなさい。もしもし。おはようございます。7時のニュースです。昨晩、新宿で建設中のビルの足場が崩れる事故があり、通行人が1名死亡しました。死亡したのは美談作家の岡本美由紀さん。落下物に気づいた岡本さんは、当時一緒にいた美談作家の三好東子さんを守ろうと三好さんを突き飛ばし、自ら足場の下敷きになりました。岡本さんは三好東子さんの後継者として将来を嘱望されていた美談作家であり、関係者からは岡本さんの死を悼む声が寄せられています。それを受けて三好さんは、後継者は彼女しかいないと思っていた。若い才能を失ったことが悔しく、今は言葉もありませんとコメントしています。本当にあんたが書いた通りにニュースになってる。だから言ったじゃない、大丈夫だって。あんたまさかいつもこんなこと。まさか。すげえ。これができるんならいくらでも人殺し放題じゃん。どんだけ殺したって美談一つで何とでもなる。バカなこと考えるのやめなさい。今回はたまたま私が書いたからなんとかなったの。すげえ。美談作家すげえ。どうも。ああ、この度はご愁傷様です。残念でしたね。わざわざどうも。不法には慣れてるつもりですが、やはり自分より若い方が亡くなるのは答えますな。武田さんでもそんなこと考えるんだ。何ですか、人を冷血感みたいに。
岡本君には随分世話になった。あなたと話してるよりずっと岡本君と話してる方が多かったですからね。それはそうかもね。ああ、君が新しい書生か。書生ってなんですか？岡本君から聞いてるよ。先生から相当大きな仕事を任されてんだろ。そうですけど。まあ書生ってことで。なんだ君、ひどい格好だな。こういうところに来ると着替えてきたまえ。すいません。岡本君、君にかなり嫉妬していたよ。なんで三好先生が君のような人間をってね。彼女それはもう三好先生を信奉していてね、生まれ変わったら先生の文字になりたいとまで言ってた。そういうとこがね。まあそういう意味では師匠が書いた美談で人生の幕を閉じるというのは彼女にとって最良の死に様だったことだろうね。10年仕えてくれた彼女にようやく恩返しができてほっとしてますよ。それはえよくもまあイケシャーシャーとはいやったな君たち。世間はごまかされても私はごまかされないぞ。私は彼女に仕事を頼んでいた。他でもない君のサポート。彼女は文句までそれを引き受けた。もちろん自分に死期が迫っているなどという話は一切していなかった。それがどうだ、あっさり死んだ。しかも三好東子の美談付きで、そしてその後釜には君があっさり収まっている。どういうことかね。一体何を考えてる。こんなことは美談作家として最も恥ずべき行為だぞ。先生、これまずくないですか？大丈夫だって言ったじゃないですか。丈夫だって。どこが？君たちあれだな、取り繕うという姿勢すら見せないんだな。何のこと？もう遅いよ。どうぞ通報してください。ちょっと、これは問われるとしたら私どういう罪なんだろう。殺人幇助、犯人隠避。まあとりあえず怒られはするよね絶対。いや君はシンプルに殺人だな。あれは正当防衛だって。詳細は裁判所で話そうか。ちょっといいですよ、出るとこ出てもらって。まったくどういう神経してんだい。あなたにそれだけ正義の心があるなら。はい、私たちずいぶん長いこと一緒に仕事してきたよね。あなたの紹介で私が美談を書いた政治家って何人ぐらいいたかな。両手じゃ足りないな。武田さんも一緒に数えてよ。みんなあの世で悲しむだろうね。自分の美談を書いた作家が犯罪者だなんて。でもまあいっか、死んでるし。死んだ人間は文句言えないもんね。武田さんってスピリチュアル信じる系？私は一切信じない系。でも武田さんの評判落ちるかもしれないね。なんせ犯罪者と関係してんだから。残念だね。ようやく今度の選挙で犬飼総理の地元から立候補できることになったのにさ、総理大臣になるって夢もここで終わりか。いやでもそんなこと、正義の前には些細なことですよね。さあどうぞ、いつでも。ほらね。本当に通報するつもりならわざわざここに来ないってね、武田さん。やだなあ、もう長い付き合いじゃない。言いたいことがあんならスパッと言っちゃってよ。ほら。何？いや、ここに来る時に考えてた流れと随分違っちゃったからね。どういったもんか言葉が出てこなくてね。じゃあどうぞ考えてきた流れでやってもらって。流れで。さっきの続きから始めてもらって。悪いね。いいえ。一体何を考えてる。こんなことは美談作家として最も恥ずべき行為だぞ。こんなことが許されるとでも思ってるのか君たちは。なるほどなるほど。いいか、この件を黙っていてほしければ私に協力したまえ。そういう流れね。ちょっとやりにくいんだよ。ここに書いてある人物の美談を私が言う通りに、私が望む期日までに必ず書き上げるんだ。いいか、分かったな。終わりです。終わりか。私の意図は十分伝わっただろう。ちょっと見せて。なるほどね。ここ1年から3年以内に死期が迫っていて、かつ三好東子に美談を書いてほしいと願っている軍人、政治家、資産家だ。
君が美談を書くと言えば連中喜んでそれを受け入れるだろう。だから私は彼らがあなたに都合のいいタイミングであなたに都合のいい理由で死ぬように美談を書けばいいわけね。武田さんも50を過ぎて焦りが出てきたね。まあそういうことかな。じゃあ頼んだよ。ごめんなさい。は？だって忙しいんだもん。無理だよ、こんな11人もさ。それはないだろう、この子に及んで。彼に書かせるから。俺ゴーストってことか。うん彼の名前で書かせる。は？よかったな、デビューだぞ。それは無茶だろ。こんなどこの馬の惚れともしれない実績のない作家じゃそこに書かれてる11人納得しないぞ。私ね、この子に後継がせようと思ってんの。彼に？それでなんとかお客さんたちに納得してもらえない？いや三好とこの後継者が代わりに書いてくださるそうですよとかなんとか言って丸め込んでよ。得意でしょそういうの。ちゃんと責任持って監修入れるから。いやしかし大ね。丈夫。ちゃんと武田さんが総理大臣になれるように書かせるからね。いやでも今先生に頼まれてる美談はそっちの方は置いといて先に11人の進めてくれたまえ。そこに書いてある11人が死ぬとなるとかなり段取りが変わるからな。はい。今書いてるやつもちゃんとプロットは進めとくのよ。はいはい、じゃあ行った。はい。ちょっと待った。先払いの経費だ。いろいろ物入りだろうからね。はい。おああ服も新しいのにするんだぞ。はい。おい領収書。事務所に送っとく。それにしてもどうして彼なんだ、岡本君じゃなくて。主人公っぽいからどん底から這い上がるサクセスストーリーのさ、そういう感じあるじゃん彼。岡本はいいやつだったけどモブキャラっぽいんだよね。本当に岡本君は不憫だな。何のために死んだんだか。やだ、あの子は尊敬する師匠を守るために死んだのよ。三好とこの後継者っていう未来をかなぐり捨ててまでね。おいまる先行っちゃうぞ。いいか、先行っちゃうぞ。仕事もらった。先生からね。そうじゃなくてなんか政治家の眼鏡かけた偉そうなやつが。うるさいって。なんだよ。悪い、先が切れてちょっとカリカリしててさ。最近多いなそういうこと。気にすることじゃない。あ、そう。じゃああれか、無意味な人が言う美談を書き上げて晴れて三好東子の後継者になったってことか。いやそれはまだ全然なんだけど、でもなんか先にデビューできるらしい。しかも客は超一流の政界人、しかも11人。なんだそれ。やっぱ三好東子はすげえよ。目の前でどんどん交渉してさ、あれよあれよと俺のデビューが決まったんだよ。偉そうな背広のおっさんが何も言い返せないでやんの。そんなうまい話があんのかね。まだそんなこと言ってんのかよ。喜べよ、金が手に入るんだぞ。じゃあ鈴木、ちょっと用立ててくんねえか。は？また赤ん坊が捨てられてたの？それはじゃなくてさ。ダメだ。鈴木、あんた酒だろ。違う、そういうあれじゃなくてさ、頭が痛いんだよ。痛くてよ、酒飲まないと痛いんだよ。酒飲むから痛いんだろ。分かった。サッカー最近おかしいって。ちゃんとゴミ漁り行ってるか？もういらない、金なんかいらねえからよ。三好先生から小遣いもらってるだろ。何買ってんだよ。何も買ってねえよ。じゃあ金あるだろ。分かったって。あ、そう。おい丸、
ギャラ入ったら何食いたい？服も買おうな。銭湯も行こう。美容室とか行ってみるか？すっかり金持ち気分だな。何？お前忘れてんじゃねえのか。金持ちから巻き上げたその金で自分は何をしたかったか。忘れてねえよ。お前はその金で歌舞伎町中の不老者救ってやんだろ。マリの喉だって治してやんだろ。何が好きだい？何が美容室だ？仕事のために必要なんだよ。信じていいのか？は？お前のことが心配なんだよ。何が？誓えるか？金持ちになっても俺たちのこと見捨てないって。仕事の経費で買った。服買えって言われてもらった金で粉ミルク買った。満足か？粉ミルクだけかい？ゆっくり飲めよ。悪かった。頭が痛くて思ってもねえこと言っちまって分かってる。よかったな、仕事決まってよ。おう。なんだよ、誰のヴィラン書くんだい？こんな11人もさ。よくわかんないけど、一応資料もらった。はい、井上淳之介、ダン拓磨。聞いたことあるんだよな。ここら辺の新聞に載ってたかろくでもねえ連中じゃねえか。な。あ、そうなの？いいかサスケ、俺たちがこれだけ貧しいのは全部こいつらのせいだ。殺されて当然だ。いや、違う。殺すわけじゃねえって。もう死ぬ時期は決まってて、それに合わせて俺が美談を書くだけ。人聞きの悪いこと言うなって。金持ちには2種類ある。金持ちから金を巻き上げる金持ちか、貧乏人から金を巻き上げる金持ちか。不思議なことによ、貧乏人から金を巻き上げる金持ちの方が多い。なんでだ。金のある時から持ってけよ。貧乏人同士通じゃい。ああ、それはそうだわ。そうすけ、こいつらはな、貧乏人から金を巻き上げるタイプの金持ちだ。そうなんだ。ろくでもねえこと書いちゃえよ。犬に食われて死んだとかそういうことを書いちゃえよ。ダメだって。変なこと書いたら金もらえなくなる。お前は金持ちから金を巻き上げるタイプの金持ちだ。許す。まだ金持ちじゃねえって。反論とはなんだ。私は第40代内閣総理大臣になるぞ。姿来い。また始まった。ほらもう寝ろ。やめろ。話すから下船の者が何をする。そう、年寄りのくせに力が強い。なんだ。話せ。あれが全部いけねえんだよ。流行り病がさ、みんながみんな長生きできねえってなった途端にいい加減になったんだな。生きることより死ぬことの方が大事になったんだ。バカだろ。はい。宗介、お前はさ、そういうバカな金持ちからたくさん金をぶんどれよ。金持ちになっても俺たち貧乏人相手に商売するような金持ちには絶対なんだよ。心配すんなって。貧乏人は美談なんて買わねえんだから。そうだ、俺たちは賢い。そうだ、俺たちは生きるってことを誰よりも一番よく分かってる。そうだ。さなんだ、マルが何か言ってんのかい。あ、なんで美談を買うんだってさ。なんで美談を買うか。は難しいこと聞くね、妹さんも。い。まあ
ないな。いやもう目の前で読まれると緊張するっすもん。いい加減なれな。読んだよ。どうっすか？全然ダメ。何君、全然うまくなんないじゃない。武田さんに頼まれた美談の締め切りもうすぐなんでしょ。まあ参ったな。これじゃ私が武田さんに怒られるよ。そんなに。さ、それ私がお願いしてるくだらない美談とは違うんだから、ちゃんとしたドラマチックで実のある美談を書いてもらわないと困るんだけど。急にそんなこと言われても。これさ、大臣の行動に全然一貫性がないじゃない。主人公がなぜそうしたのか常に分かるようにしとかなきゃダメだよ。政治家が何考えてるかなんて分かんねえっすよ。それを書くから金がもらえんだろうが。まず人の欲望を理解しなさい。欲望っすか？欲望を満たすために人は動くわけだから。でその人がどう動くのかっていう軌跡が物語になるでしょ。はだから全体を貫く大きな欲望があれば自然と起承転結が生まれて物語が完成する。い。欲望ね。で人が面白いと思う物語っていうのはどれだけ登場人物の欲望に共感できるかにかかってるのよ。だから登場人物が持つ欲望はなるべくシンプルで根源的なものがいい。お腹すいた、眠たい、セックスしたい、直感的に分かるものがいい。世界平和を望まない人はいても食欲を否定しない人はいないでしょ。なるほど。じゃあ食欲、睡眠欲、性欲に並ぶ人間の一番根源的な欲望は何でしょうか。金とか。それはあくまで二次的なものでしょ。何かの欲望を満たすためのお金なんだから、お金そのものだけが欲しいわけじゃない。ああ。名声が欲しいとか。近いっちゃ近いか。これは人間の恐怖と深く結びついた欲望です。死にたくないとか長生きしたいとか。まあそれも含めてのって感じかな。分かんないか。分かんないっすね。人間の三大欲求に並ぶ根源的欲望は自分が生まれてきたことには意味があったと思いたいっていう欲望。自分が生まれてきたことには意味があったと思いたいっていう欲望か。もうちょっとヒントもらえます？いや答えだよ、今のが答え。はい。生きる意味が欲しいのよ。人はさ不安なの。自分はなぜ生きてるんだろう、なんで生まれてきたんだろう、自分がこの世界に存在することには何の意味もないんじゃないのか。進化しすぎた脳みそでみんな生まれてきた意味を探してる。その生まれてきた意味を獲得するために生きていると言ってもいい。その上この数十年でみんな短命になったじゃない。働き盛り、まだまだこれからって時に死んでいくでしょ。そうするとどうなる？自分はまだこの人生で何も成し得てない。誰かを幸せにすることも社会に貢献することもできているかわからない。このまま何者でもないまま生まれて死ぬのか。一体何のために生まれてきたのだから人は美談を買うの。ああ、その話か。美談作家の仕事はその欲望に応えること。死んでいく人に美しい物語であなたの人生には意味があったと思わせること。こんばんは。8時のニュースです。前大蔵大臣の井上淳之介さんが射殺されました。井上さんは選挙応援演説のために訪れていた本郷の駒本小学校入り口付近で3発の発砲を受け被弾。犯人はその場で取り押さえられたとのことです。犯人は井上日章をリーダーとするテロ集団の一人で、警察は
今回の犯行も組織的なテロの可能性もあるとして調べを進めています。こんばんは。11時のニュースです。実業家のダン・タクマさんが三井銀行本店前で射殺されました。犯人はダンさんを玄関付近で待ち伏せし犯行に及んだとのことです。警察は先日起きた井上淳之介前大蔵大臣射殺事件との関連を調査中です。今日は今話題の若手美談作家小泉宗介先生の六本木のオフィスにお邪魔してます。先生、本日はよろしくお願いします。お願いします。素敵なオフィスですね。どういったところにこだわってらっしゃるんですか？やっぱり作業中は集中したいので、防音設備とこの景色ですね。見てください。東京の景色が一望できます。小泉先生といえばデビュー作の井上淳之介前大蔵大臣と実業家のダン・タクマさんの美談が大変話題になりました。異なる人物の美談を連続もので書くという構成はもちろんのこと、テロリズムには決して屈しないというお二人の崇高な精神性が非常にセンセーショナルでした。そうですね。2つの美談を関連付けたのは単純に井上さんとダンさんのご希望の命日が近かったというところから発想を得ました。お二人は生前も親交があったので、僕の提案にも非常に積極的に乗ってくださって。そうなんですか。テーマ選びはどのように？やはりお二人とも大きな偉業を成し遂げていらっしゃる方ですので、普通の亡くなり方では彼らの功績を十分に表現することはできないと。はい。だからこそ彼らの偉業に対するアンチテーゼをぶつけてみました。大いなる作用には大いなる反作用が伴います。その部分をしっかりと表現することでかえって彼らの成し得たことの偉大さが伝わるんじゃないかと。小泉先生といえばパソコンを使わないという古風な執筆スタイルも非常に注目を集めてますよね。やはり作家たるもの、紙とペンだけで世界を生み出すべきでしょう。金もかかりませんし。金？あ、いえ。なるほどですね。次回作のご予定は？もちろんありますよ。ありがたいことにたくさんのご依頼をいただいてますからね。きっとこれからも僕の美談が新聞ニュースを賑わし続けるでしょう。とっても楽しみです。やはりその大胆な発想力は師匠の三好東子先生から受け継いだものなんでしょうか？先生には申し訳ないのですが、これは僕の本来の資質によるところが大きいと思います。そうなんですか。僕は歌舞伎町の不老児として育ちました。そこでの経験が僕に他にはないインスピレーションを与えてくれてるんだと思います。小泉先生といえばその壮絶な人生にも注目が集まっていますよね。壮絶だなんて。小泉先生のそういった境遇に共感する国民は大変多いと思います。残念ながら僕のような境遇で生きている人たちはたくさんいますからね。そんな皆さんに小泉先生からメッセージお願いできますか？未来は変えられる。ありがとうございます。では最後に小泉先生が美談作家を目指すきっかけになった妹さんのお話をお伺いできますでしょうか？発声障害をお持ちの妹さんの治療費を稼ぐために美談作家を目指されたということなんですけれども、お話はそこまでで。何ですかこの方？すいません。カッカ、閣下。今外で待っててくれよ。なんだお前、マネージャー邪険にしようっていうのか。マネージャーさん、すいません、今ちょっと撮影中。酒臭。すいません、すぐ追い出します。ほら、宗介先生は仕事が詰まってんだよ。さっさと。おい、マネージャーの言うことが聞けねえのかよ。わかりました。今日のところはひとまず。でもすいません、最後に一つだけよろしいですか？三好先生の引退時期についてお聞かせ願えますか？しつこいんだよ。三好先生の新作が発表されなくなってしばらく経ちますが、小泉先生が正式に三好先生の後を継ぐのはいつ？そんなもんは三好東子に聞くんだ。僕の美談ってからかい。うるさいな。インタビューだなんてすっかり売れっ子じゃねえ。言ったよな、六本木のオフィスには来るなって。仕事が忙しいだろうと思ってよ。
掃除でもしてやろうかな。いいよ。閣下が動き回ったらかえって汚れる。ひどい言い方だな。なあ、俺今大事な時期なんだ。閣下みたいなのにうろちょろされるとさ、イメージ悪いからさ。おい宗介、コネを酒ねえか酒。はい、酒ね。もう帰れって。車呼んでやるから。おいおい、金ならこないだやっただろ。あんなんじゃ足りねえんだよ。はあ？今までどんだけ金渡したと思ってんだよ。今歌舞伎町すげえ大変なんだよ。ほら、地方の盛り場が全部ダメになっちまったの。それでお前全国からの不老者が集まってきちゃってよ、食い物がいくらあっても足んねえんだよ。それは知ってるけど。お前誓ったよな。金持ちになって俺たちのこと見捨てないって。限度ってもんがあるだろうが。俺はな、うちでの小槌じゃねえんだぞ。あ、なるほど。なんだよ。惜しくなったね、金が。は？自分一人食えるようになったらもう俺たちのことはどうでもいいってだよ。だからそういうことじゃなくて、この裏切り者。いいから帰れって。この間拾った赤ん坊な、あれ死んだよ。は？ミルク買う金がねえんだもんな。そら死ぬわな。最後は思いを飲む元気もなくなってよ。お前が金に目がくらんで俺たちのこと見捨てたからな。お前があの赤ん坊を殺したんだよ。ふざけんなよ。お前らだろうがよ。お前ら俺が渡した金どうしたよ。全部酒と博打薬に溶かしやがって。粉ミルクだって自分たちで食っちまったんだろうが。すげえ、本当に食うもんがねえんだよ。俺はな、そんなことのために金渡してたんじゃねえんだよ。赤ん坊を殺したのお前たちだろうがよ。金を稼いでみて分かったことがある。やっぱりさ、稼げないやつには稼げないだけの理由があるよ。チャンスはさ、その辺にいくらでも転がってるのに、それに手を伸ばす努力もしない。俺はしたよ、その努力を。どれだけ原稿にダメ出しされても食らいついて書き直して。あんたはどれだけのことをしたんだよ。努力した人間を妬んで、その努力のおこぼれに預かって、さらにたかって足引っ張って。閣下さ、なんで自分がそんな惨めなことになってるのか考えたことある？自業自得だって思わないのか？そんなやつにさ、なんで俺が金渡さなきゃなんねえんだよ。俺は第40代内閣総理大臣だ。うるさいことよ、バレが！俺が総理大臣だったらこんな国ぶっ壊してやる。今うちにある現金それだけだから。俺今キャッシュレスだからね。これで最後にしてくれ。丸はどうした？直してやったのかい？ああ、そのうちちゃんとしようと思ってる。そのうちね。もっと金がいるんだよ。あ、そうか。お前らにバカみたいに注ぎ込んだからな。そうかそうかそうか。そのうちちゃんとする。ちゃんと三好先生の言う通り無意味な死っていうのを書き上げて、正式に先生の後継いだら、そうなったら絶対。ああ、お前まだ継がせてもらってねえのかい？うるせえなお前。もうすぐなんだよ。俺には分かってるから。そんな時が来るのかね。は？あの女、本当にお前に継がせる気あんのか？このままずるずる引き伸ばしてなかったことにしようとしてんじゃねえか？まさか。
惜しくなったんだよ金が。お前みたいにや。俺はそんなんじゃない。まあいいや、お前のところに現れるのはこれで最後にしてやるよ。花からそのつもりだったしよ。は？どうせ死ぬなら最後までお前にたかり尽くしたかったな。嘘。ああ、ももうってよ、他の連中より随分長く生きたけどな、生きすぎたぐらいだ。う余命診断行ったのか？そんな金ねえよ。だけどわかんだろ、そういうのは自分でよ。病院代ぐらいだったらいらねえよ。金で時間が巻き戻せるわけじゃあるまいしよ。むちゃくちゃ探しましたよ。何やってんすかこんなとこで。いやー、最近この街が気に入っちゃってさ、もういっそのこと住んじゃおうかなとか思って家探し。歌舞伎町にやめた方がいいっすよ。臭いし汚いし危険だし。君、わざわざ六本木の方まで引っ越したんだって。すっかり売れっ子じゃない。もう私の後なんか継がなくてもいいくらい。は？何？いや、約束は約束なんで。分かってるよ。で、かけたの？無意味な死は。あ、はい。今日こそ OK もらいますよ。だといいけど。これで何個目だっけ21個ぐらいですかね。うわぁ、書いたね。でもそのおかげで少しは上手くなったかな。こないだ発表された武藤三次と永田鉄山の美談なんか、私も修正入れたとはいえなかなか良かったよ。ありがとうございます。じゃあこれは全然ダメ。ちゃんとしすぎ。これじゃ意味出ちゃってるじゃん。もう一回やり直し。一から。その方が良くない？これ適宜修正とか無理でしょ。構成から意味出ちゃってるもの。いやでもやっぱり総理まで務めた人間を無意味に死なせるっていうのはすごく無理があるっていうか。はい？え？私この美談が総理のだって言ったっけ？うん？あれ？いや、聞いてないっすけど。なんとなくそうなのかなって。ほら武田さんの様子とか見るに。ああ、まあそれならそれでいいや。にしてもダメ。こちらの要望は無意味な死なんだから、約束通り書いてもらわなきゃ話になんないよ。先生、あんた本当に自分の仕事俺に継がせる気あるんですか？え？あんた俺に後継がせるのが惜しくなったんじゃないのか？何ピリついてんの？だっておかしいだろ。俺はもう十分美談作家として仕事できてる。あんたの弟子として恥ずかしくない仕事を。なのになんでダメなんだよ。そういう約束だったから。私が納得する無意味な死を書き上げたら後継者にするって初めから言ってるよね。でもそれはそうじゃない。だからダメだって言ってる。それだけでしょ。いや、あんたは惜しくなったんだよ。あんたの人生の全てを俺に奪われるのが嫌になったんだよ。惜しい？私が？なんでよ。
俺の方が作家として才能があるから。へえ、それ本気で言ってる？実際そうだろ。テレビもラジオも新聞も全部俺が書いた美談の話題で持ちきりじゃないか。あんたのはどうだ？もう誰もあんたの美談の話なんかしてない。そりゃそうでしょ。最近書いてないもん。書いてないんじゃなくて書けないんだろ。都合よく言い回し変えんなよ。はいはい、それで書けなかったら何なのよ。妬ましいんだろ俺が。ウケる。いいか、あんたも俺も時間はない。貴重な時間だよな。くだらない遊びで浪費するのはやめようって。こっちは遊んでるつもりないんだけど、真剣に取り組んでないのは君でしょ。私が言ってることは最初から変わってないよ。私が納得する無意味な詩を書きなさい。そうしたら私の人生あなたにあげるって。もういい。ちょっとこの美談は武田さんに持ってくる。なんでよ。依頼人は総理なんだろ。もう武田さんから直接総理に渡してもらう。あんたが納得しなくたって総理本人が納得すれば仕事としてはやり遂げたことになるだろ。いやだから私が納得しなきゃ意味ないんだって。いや、三好東子の依頼で総理の美談をしっかり書き上げたってなりゃ世間がもう俺を三好東子の後継者として認めるだろ。そうなったらあんた一人が何言ったところでもう関係ないからな。そういうもんかね。そうだよ。先生、はい。あんた美談を書くために人間の欲望を理解しろって言ってる。俺は生まれた時から何も持ってなかったから、この世界には欲しいものしかなかった。俺にはこの世界に渦巻く欲望が手に取るようにわかる。何でも持ってるあんたよりずっと俺は美談作家としての才能があるんだよ。だったらちゃんと書き上げて。期待してるね。だからもう書かないって言ってるだろ。武田さん、おお、これ俺が書いた総理の美談です。あ、すいません、お渡しが遅くなっちゃって三好先生の監修に手間取っちゃって。何言ってんだ君。え？いや、総理の美談ってそんなものはもうずいぶん前に三好東子から受け取ってるぞ。はい。いやいや、君が書いたんだろ。犬飼総理官邸にて青年将校らに射殺され。え？いや、ほらそうだ、君が井上君とダンクの美談を書き上げた後だよ。三好東子が私のところに持ってきてね、君がもう書き上げたからって。は？いやー、なかなかの出来だったよ。じゃあ、いや俺はまだ話せばわかる問答無用あたりの筋回しなんかしっかり三好いつも引き継いでる。ほい。ちょっと待ってください。師匠はもう亡くなったんですか？おいおいおい、君新聞を読まんのかね。つい先日無事に命日を迎えられたぞ。あれか、君書き上げてしまった作品には興味をなくすタイプの作家かね。じゃあ武田さんは今誰の秘書？おい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 、それも知らんのか。参ったな。今は陸軍大臣をやらせてもらってる。はあ？あんた軍人でしたっけ？君の美談のおかげでみんなあっさり死んでしまうから人手不足でね。今は外務大臣と内務大臣と文部大臣と商工大臣と軍需大臣を任されてるんだ。なむちゃな。ほら、最近時勢が不安定だろ。何でも一人で決められた方が何かと話が早いんだよ。引き続きよろしく頼むよ。次は斎藤誠君と高橋是清君と渡辺丈太郎君の美談だったね。タイトルは確か人参六次元だったね。期待するよ。あいやー、感謝するよ小泉宗介君。君のおかげで歴史の針を10年早く進めることができた。俺のおかげ？それからね新しい仕事を君に頼もうと思ってね。これから戦争を始めようというのに野党の連中が軍事力不足を理由に反対している。なんとか奴らを黙らせたい。戦争？君の名前で低所得者向け美談を売り出さないか。一銭五厘とかで。安っ。はがきサイズでね。まあ廉価な美談だから内容も単純明快なものがいいと思うんだ。お国のために死ぬとか。まあストーリーに関してはこちらで適当なものを考えとくから、君名前だけ貸してくれればいいよ。名前だけ？楽でいいだろう。
日々を無意に生きる連中にとってはありがたい話だろうな。たった一銭五輪で自分の人生にお国のために死ぬという壮大かつ荘厳な意味が与えられるんだから、連中喜んで戦地に行くだろう。これで野党の連中が問題にしている軍事力不足は一気に解決する。美談を使って貧乏人を戦地に送ろうっていうのはどうだ、いい考えだろう。どういう連中に売るつもりだ。まずはね、歌舞伎町あたりに転がってる不老者どもに売ろうと思うんだ。あいつら放っておけば生産性はないし、町の景観は損ねるし、これを機に一掃できれば一石二鳥だ。君、美談作家としてさらに売れるぞ。ダメだ、貧乏人相手に商売はしないって決めてる。何を言ってんだよ。商売っていうのは貧乏人相手にした方が簡単だし儲かるぞ。なんせあいつら数が多いから。いや、とにかくダメだって。俺はそんな美談に名前は貸さないからな。三好東子に頼めばいいだろ。三好東子はもう終わった作家だよ。今は君が日本一の美談作家だ。え？不老者からのし上がった美談作家、誰もが君のサクセスストーリーに共感している。今価値があるのは三好東子の名前じゃない、君の名前なんだよ。やってくれるね。いや、ダメだ。君、そういう仕事を選ぶの態度は良くないよ。三好東子じゃないんだから。とにかくダメだって。参ったな。君何か勘違いしてるんじゃないか、自分の立場を。え？君に拒否する権利はないんだよ。まあ君が人殺しだってことが公になってもいいというなら、これ以上何も言わないけどね。いや、三好東子とは付き合いは長い。君とはそうでもない。君が犯罪者になったとしても今の私にそこまで影響ないしね。じゃあ頼んだよ。ちょっと待ってくれ。じゃあせめて俺に中身を書かせてくれよなあ。俺がちゃんと、もっとちゃんとした意味のある美談を書くから。お国のためとかそんな曖昧なやつじゃなくて。悪いね。実はもう売り出してんだよ。急を要したんでね。ほら、君たち作家にずるずる締め切りを伸ばされても困るからさ。そんな。さあ、日本は変わるぞ。貧困と飢えと病にあえぐ極東の島国がアジアの繁栄と共生のために立ち上がるんだ。どうしたんだよみんな。こんなもん必要なかっただろ。ゴミ漁って飯食って寝てたまに喧嘩して笑う、それだけでよかったんじゃないのか。はい、美談、美談いかがですか。美談、美談だよ。ハッカー、そうすけ。はい、美談だよ。ほら美談だい。何やってんだよ。そうすけ、仕事だよ。役人が来てよ、この美談を売りさばけって俺に言うんだよ。俺仕事なんて久々だよ。そんなもん売るな。お前が書いたんだろ。違うんだって。だってほら、ここに名前が。だからいいからやめろ。返せよ。お前が言ったんだろ、努力しろって。そうだけど、もっとあるだろ他に仕事が。そんなものねえよ。お前そんなことも忘れちまったのかい。貧乏人から金取るなって閣下が言ったんだろ。貧乏人が貧乏人から取るのはいいんだよ。都合のいいこと言うな。いいだろう。みんな喜んでんだから。え？ほら、みんな美談が変えて喜んでる。そうだよな。
俺たちみたいなのが美談が買える日が来るなんて思ってもみなかったもんな。なんでだよ、こんなもんバカバカしいって言ってたじゃねえか。サスケ、俺たちだってな、手に入れられるものなら生まれてきた意味が欲しいんだよ。どうせ手に入らないだろうと思って諦めていただけで無意味な人生を受け入れたわけじゃないんだ。やめろ、こんなもん嘘なんだよ。みんなをいいように使い捨てるための作り話なんだって。そんなもん買ったって生きる意味なんか手に入んねえよ。だって嘘なんだから。水さすな。全部嘘なのに何をこんなにはしゃいでんだ。本当かどうかなんて関係ねえからよ。自分の人生には意味があった、それさえ信じられればそれでいいんだ。お前だってそうじゃねえかい。は？喋れない妹のために金を稼ぐ、それがお前の生きる意味なんだろ。そうだけど。それでいいんだよ。何？何の話？そうそうそう、それでいいんだ。お前はそれでいいんだよなあ、マル。何やってんだよ。いらねえよそんなの。中身全部ただの平たい石じゃねえかい。大将を拝しまして恐怖感激に耐えません。私小なりといえども一心を捧げて決し奉公、ただただ心筋を休んじ立て祭らんとの念願のみであります。国民諸君もまた己神を顧みず至古の見立てたる栄光を同じくせられるものと信ずるものであります。およそ勝利の要決は必勝の信念を堅持することであります。建国2600年、我らは未だかつて戦いに敗れたことを知りません。
なんすか。ありがとう。これこそ無意味な死じゃないか。さすが私が見込んだだけのことはある。何言ってんすか。言ったでしょ、私のために美談を書いてくれって。その美談で死んだとしてもそれによって人生の価値が左右されない、そういう美談を書きなさいって。まさに私が望んでたのはこういうことなのよ。ある日突然自分の意思とは関係なく消費される大量の命、そこには脈絡も構成もなくって、数十万とか数百万数千万っていう数字の中にその人の名前も個性も人生も飲み込まれていく。一人一人の物語なんて読み解くことができないくらい大量の死。私はね、そういう死に紛れて死んでいきたかったのよ。無意味な死ってあんたのための美談だったのか。正直もう飽きた。生まれてきた意味考えるのに他人のも自分のももううんざりなんだって。散々他人の美談書いてきて思っちゃったんだよね。浅ましいなって。ろくでもない人生を送ってきたやつがさ、最後だけ帳尻合わせみたいに美しく死んでそれが何があるっていうの。それってさ、死を自分の社会的評価のために利用してんのよ。おぞましくない。私はただもう意味なく死にたいんだよ。小泉宗介、あんたやったね。ちゃんと私が納得する美談書き上げたじゃない。俺はこんな話書いてねえよ。あんたが書いたんだよ。あんたが今まで書いてきた美談が連なって今こんなに大きな結末迎えようとしてんじゃない。いやでもそれは武田さんに言われたよ。でもあんたが書いたんでしょ。でもあんたの言う通りに修正して。でも書いたのはあんたでしょ。いや違う、これは全部あんたが書いた脚本だ。初めから俺は全部あんたの思い通りに。こんなこと許されると思ってんのか。自分の理想の死に様のためにこんな、これものすごく大変なことになってる。許されなくたっていいのよ。忘れられればそれで。忘れられるわけないだろう。あんただよ。この国の破滅の物語を書いたのは美談作家の三好透子。あんたの名前はずっと残るからな。教科書にだって載るし、毎年夏にやったら NHK スペシャルで特集されるからな。残らない。残るのは君の名前だよ、小泉宗介。私はもう終わった作家なんでしょ。ここ最近話題になってるのは全部小泉宗介の美談じゃない。違う、俺は望まれた通りに書いただけで。無意味な詩を書き上げた君は私の全てを引き継ぐんだよ。ありがとう、美談作家の小泉宗介。参ったな。これ今日中に片付けきれないよ。この人たちは知らねえ。この辺に住んでたホームレス連中が多いんだろうけど、わかんねえな。みんな真っ黒焦げで誰が誰だか、男か女かもわかんねえんだよ。この人たちどうすんの。
身元不明者でまとめて処理します。はい、行きましょう。きりないっすよ、もう。この人、前歯に金歯が2本もある。背はそんなに高くなくて、これ指輪だ。親指に太いやつ。緑の石がついてる。それからうなじにほくろ。